皆さん、こんにちは。たぬき親父流 Excel の正しい使い方チャンネルにようこそ。私は、ご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。今回の動画は、Excel ベーシックシリーズ、データの基礎編です。Excel を正しく使うためには、データとは何かを理解することは必須です。Excel を使う上で必要なデータについてご紹介します。どうぞ最後までご覧ください。さあ、始めましょう。Excel の好ましくない使い方。Excel はいろいろなことができるソフトです。それは長所でもありますが、最大の短所でもあります。特に継続し、繰り返され、引き継がれる業務においては、好ましくない Excel の使い方があるんです。では、早速、好ましくない Excel の使い方をご紹介しましょう。Excel の好ましくない使い方。まず最初に、アウトプットの表を作ります。次に、アウトプットの表にデータを入力します。さらに、アウトプットの表に計算式を入力します。そうですよね。まさしく表計算ソフトの使い方なんです。これのどこが好ましくないのかって思いますよね。それは、Excel が歴史を持っているからです。Excel も発売されて、すでに30年余り、30年も経つと世の中変わるんですね。時代はビッグデータ、クラウド時代なんです。この時代に、表計算的な使い方は、さすがに時代遅れなんです。その場限りだったらいいんです。ちょっと高級電卓としてなら。でも違うでしょ？業務って継続するんです。そして繰り返され、引き継がれていくんです。そんな継続する業務で、表計算的な使い方では、同じことを何度も繰り返さなければならないんです。だから、RPA なんて言い出すんです。そもそも、Excel の使い方を間違っているんです。RPA なんて言う前に、Excel の正しい使い方を勉強してください。幸いにも、Excel には、表計算以外の機能が満載なんです。Excel の機能を正しく使えば、RPA なんて使わなくても、継続し、繰り返される業務に対応した処理を行うことができるのです。ですから、Excel を使うことをやめる必要はないのです。まず、この表計算的な使い方から卒業しましょう。Excel 脳から DX 脳への第一歩は、アウトプットの表にデータをインプットしない。大事なことなので、もう一度言います。アウトプットの表にデータをインプットしてはいけないんです。Excel の正しい使い方。アウトプットの表にデータを入力するという Excel を使って仕事をする方法から、Excel にデータを与えて Excel に仕事をさせる方法に、Excel を正しく使って Excel に仕事をさせるためには、データの流れを意識することが大切です。それは、入力、処理、出力。皆さんの仕事のやり方そのものです。入力では、データを準備します。皆さんが直接入力するかもしれませんし、前工程からデータを受け取るかもしれません。とにかくデータを準備するんです。あとは、Excel に計算や集計をしてもらうんです。そして、それをアウトプットとしてまとめるんです。この動画では、皆さんが Excel に仕事をさせるとき、まず、やるべきデータの準備の、そのデータについてご紹介していきます。この動画のテーマは、データです。そもそも、データとは何でしょうか？まずは、そこから紐解いてみましょう。
データとは、情報の表現であって、伝達、解釈または処理に適するように形式化され、再度情報として解釈できるもの、と定義されています。それではここで質問です。この表はデータですか？そうです。皆さんがよく作るアウトプットの表です。答えは、データです。皆さんは、これらの数字を、情報として解釈できるでしょ？解釈できるからこそ、この表を、アウトプットの表として作っているわけですから、紛れもなくデータですよね。でも、皆さん、Excel は、この数字を皆さんのようには、解釈できないんです。そして、そのことは、皆さんが、一番よくご存知です。なぜなら、皆さんは、これらの数字を使うとき、使いたいセルにイコールを入力して、使いたい数字のセルをクリック。そうです。セル参照を自分でして使っているでしょ？ Excel が数字を解釈して使ってくれないから、自分で解釈して使っているわけです。Excel を正しく使えば、これらの数字を Excel が認識して、Excel の機能で処理してくれるんです。これらの数字を使うのに RPA なんて必要ないんです。Excel にとって、この表はデータではないんです。アウトプットの表にデータをインプットするという使い方が間違っているんです。Excel にこれらの数字をデータとして認識させる方法とはどんな使い方なのか？その方法を次のページでご紹介しましょう。皆さんが作るアウトプットの表の数字は Excel はデータとして認識できないということは分かっていただけたと思います。では、それらの数字を Excel にデータとして認識させるにはどうすればよいのでしょうか。Excel にデータとして認識させるには、それは右側の図のようなリスト形式の表にすることなんです。リスト形式の表とは、1行目が見出し行、2行目以降に1データ1行でデータを配置する方法です。このようなリスト形式の表にすることで、9785という数字が2020年度、鈴木さんの関東地区の A 商品の金額と Excel が認識できるわけです。Excel がこれらの数字を認識できれば、これらの数字を Excel の機能を使って処理できるわけです。そこには RPA なんて必要ないんですよ。ただ、このデータを入力して準備するのが面倒なんです。そもそも、皆さんが欲しいのはアウトプットの表ですから。だから、いきなりアウトプットの表を作る方が簡単なんです。でも、ここで言っている Excel の正しい使い方は、継続し、繰り返され、引き継がれる業務での正しい Excel の使い方なんです。このような業務では、いきなりアウトプットの表を作ってしまうと、その業務を繰り返さなければならないんです。だから RPA なんて言い出すんです。Excel がダメだから RPA が必要ではないんです。皆さんの Excel の使い方が間違っているから RPA が必要なんです。そして、このビッグデータ、クラウド時代になり、マイクロソフトも時代に即した機能を Excel に追加しました。それがテーブル機能です。このリスト形式の表には、作る上で、いろいろなお作法があるんです。でも、そんなこと、知らないですよね。皆さん、いきなりアウトプット族ですから。ですから、お作法を知らない、いきなりアウトプット族の皆さんにも、知らなくても、お作法に沿って、リスト形式の表が作れるように、導入されたのが、テーブル機能と言ってもいいかもしれません。テーブル機能については、別動画で詳しくご紹介する予定です。お楽しみに。この動画では、テーブルに保存するデータそのものについて、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
セルに入力できる値の種類。Excel はデータをセルまたはテーブルに入力します。セルまたはテーブルに入力できるデータには値と計算式があるのですが、今回は値の種類についてご紹介しましょう。セルに入力できるもの。セルには大きく分けて値と数式が入力できます。値をさらに分けると、数値とテキストと日付に分かれます。数値は計算できる数字です。テキストは計算できない文字や数字です。日付はシリアル値がセルに格納されます。Excel で正しくデータを扱うためには、まずこの3つの違いを正しく知る必要があります。なお、日付の詳細については、別動画で詳しくご紹介する予定です。お楽しみに。入力された値の自動判別。Excel は、標準状態のセルに123のような値を入力して確定すると、入力された値を数値として認識し、セルに数値として保存します。さらに、保存した値をセルの右側に寄せた右揃えで表示をします。また、たぬき親父のような値を入力して確定すると、入力された値をテキストとして認識し、セルにテキストとして保存します。さらに、保存した値をセルの左側に寄せた左揃えで表示をします。ここで言っている数値やテキストとは、セルの書式設定のことではありません。Excel がセルに保存するデータ形式のことです。しかし、5月26日のような日付を表す値を入力して確定すると、値はセルの右側に寄せた右揃えで表示されます。なぜ、数値ではない値を入力したのに、数値と同じ右揃えで表示されたのでしょうか？それは、Excel が入力された値を数値とテキスト、そして一部のテキストを日付として認識するからです。5月26日のような日付を表す値を、Excel は日付と判断するように作られています。日付に関しては、別動画で詳しくご紹介しますので、そちらをぜひご覧ください。今回の5月26日という値は、Excel は日付として認識します。そして、年が省略されているので、今年の年を追加して、シリアル値を計算し、シリアル値をセルに保存したのです。シリアル値は、日付を表す値なのですが、その実態は1から2958465までの数値なんです。数値は右揃えで表示するので、シリアル値も実態は数値なので、右揃えで表示されるわけです。さらに、Excel は入力された値を日付として認識した場合には、もう一つおせっかいを焼いてくれます。それが、セルの表示形式の変更です。これも、詳細は別動画で詳しくご紹介するので、ここでは簡単にご紹介しますね。日本の日付の標準形式は、年月日をスラッシュで区切った2022年5月26日という形式です。しかし、今回セルに表示されたのは、5月26日という表示でした。そうなんです。今回は、5月26日という値を入力したんです。だから、Excel が、あなたは、年が必要ないんですね、と判断して、年を表示しない表示形式を使って表示してくれたのです。ここでの大切なことは、セルに入力された値は、Excel が自動で数値、テキスト、日付に分類するということです。自動で分類させない方法もありますが、そんなことを考えるよりも分類されるということを素直に受け入れましょう。そして、この3つの種類の違いを理解して、しっかりと区別してデータを管理しましょう。また、この数値かテキストかによって、配置を右揃え、左揃えに切り替える機能は、
セルの書式設定、配置タブの横位置で標準を選択しているときに行われる動きです。つまり、Excel では、入力や計算を行うデータ範囲内では、配置の横位置を標準以外に変更してはいけないということです。数値とテキストの違いは重要。数値は計算できるが、テキストは計算できない。これは、Excel に限ったことではないですよね。計算できるのは数値だけなんです。テキストは計算できないのです。ですから、この2つの違いは、大変重要なのです。サム関数は、テキスト値を無視して、数値だけを合計してくれる優れもの。左側のサム関数の合計がおかしいですって？よく見てください。B2 セルの左肩に、グリーンのインジケーターが表示されているでしょ？ちょっと意地悪してみたんです。B2 セルは、事前に、セルの書式設定を文字列に設定してから2を入力したのです。以前の動画で、このように、セルにテキストとして保存された値を、一括で数値に変換する方法をご紹介したのですが、その方法では、表示形式が切り替わらない場合があるので、次のページで別の方法をご紹介しましょう。寄り道。テキストとして保存された数値を一括変換。前回の動画でテキストとして、寄り道。テキストとして保存された数値を一括変換。前回の動画でテキストとしてセルに保存された値をまとめて数値に変換する方法として、区切り位置の機能を使った方法をご紹介しました。この方法、B3 セルのように表示形式が標準のセルにシングルクォーテーションをつけて100と入力してテキストとして保存されている値に対してはいいのですが、B4 セルのように表示形式が文字列のセルに100と入力してテキストとしてセルに保存された数値の場合は、区切り位置の機能で数値でセルに保存され直すのですが、表示形式が文字列のまま変更されないので、別途表示形式を変更する必要があります。実際の操作をご紹介しながら、表示形式も標準に戻せる方法もご紹介しましょう。用意したデータは、B2 セルは表示形式が標準のセルに100と入力し、数値としてセルに保存されています。B3 セルは、セルの表示形式を事前に文字列に変更して100と入力してテキストとしてセルに保存されています。B4 セルは表示形式が標準のセルにシングルクォーテーションをつけて100と入力しテキストとしてセルに保存されています。B5 セルは B2 セルと同じです。B6 セルにはサム関数、サム B2、B5 が入力されており、現在は B2 セルと B5 セルの数値のみを計算対象として200が表示されています。最初に区切り位置の機能を使った数値への変換をやってみましょう。B2 セルから B5 セルを選択して、データタブをクリックして区切り位置をクリックします。区切り位置指定ウィザード3分の1が表示されますので、そのまま完了をクリックします。B3 セルも B4 セルも、セルに数値として保存し直されたので、B6 セルの合計は400になりました。しかし、B3 セルの表示形式は文字列のままなので、B3 セルの表示形式を標準に変更する必要があります。次に、一度元に戻して、もう一つの方法を試してみましょう。この方法は、テキストとして、数値がセルに保存されているセルに、1を乗算して、セルに、値を数値として保存し直す方法です。1をかけるだけなので、もともと数値として保存されているセルには影響がありませんので、数値として保存されているセルも、
一度に対象にできます。それでは実際にやってみましょう。適当な標準セル。今回は E2 セルに1と入力してコントロール+エンターで確定します。コントロール+C で E2 セルをコピーします。B2 セルから B5 セルを選択します。そのまま右クリックして、コンテキストメニューから形式を選択して貼り付けをクリックします。形式を選択して、貼り付けダイアログの演算の右側にある乗算を選択して OK を押します。すべての値が数値としてセルに保存され、さらに表示形式も E2 セルの標準がペーストされて標準に変換されました。どちらの方法を使うかは皆さんにお任せします。ここで覚えておいてほしいことは、セルにテキストとして保存された値は、表示形式を変更しても保存形式は変わらないということです。Excel は、Alt キーと Enter キーで、セル内で改行をすることができます。できますが、この機能を使うべきではありません。特に、データの中では、この機能は、絶対に使ってはいけない機能です。A2 セルと A3 セルには、ABCD という文字列が入力されています。見た目には、どちらのセルも同じ ABCD ですが、それぞれのセルの文字数を、連関数を使って調べてみると、Excel は A2 セルと A3 セルは別物と判断していますね。その原因は、ホームタブの配置グループにある、折り返して全体を表示するをクリックするとわかります。そうです。A3 セルは、セル内で改行が行われていたのです。このように、見えない文字があることで、Excel は別のデータと認識するんです。ですから、データ内では、セル内で、改行は絶対に使ってはいけない機能なんです。氏名の並び替え。Excel で、セルに安田と入力して、安田と変換してセルに保存すると、安田という金文字情報も一緒にセルに保存されます。そして、金文字情報は、ホームタブの振り仮名の表示をクリックすることで、セルに振り仮名として表示する機能もあります。また、並び替えでも、漢字が含まれた列を並び替えすると、デフォルトで、この振り仮名を使って、並び替えが行われます。すべてのデータが、正しいかな文字で入力されていれば、大変素晴らしい機能なのですが、そんなことはありえないのが業務です。しかも、他のソフト等からコピーしたデータには、当然ですが、かな文字など保存されているはずもないわけです。つまり、氏名などの漢字を含む列で並び替えは行ってはいけないということです。漢字の列の並び替えが必要なら、その列の振り仮名を保存した列を用意して、その列で並び替えを行わなければいけません。リスト形式の表。データベース形式の表ということもありますが、同じ表のことです。現在の Excel では、テーブル機能を使って作る表のことなのですが、ここでは、テーブル機能の基礎である、リスト形式の表についてご紹介しましょう。リスト形式の表の構成。先頭行はタイトル行です。タイトル行の下の行はレコードです。各列はフィールドと言います。タイトル行の各列はフィールド名です。ピボットテーブルを使ったことがある方なら、フィールドリストをご存知だと思います。あのフィールドリストに表示されるのが、このフィールド名です。次のページでは、各アイテムをもう少し詳しくご紹介しましょう。タイトル行は1行。
タイトル行は1行で、複数行にしてはいけません。また、フィールド名に重複する名前を指定してはいけません。それは、フィールド名がフィールドを識別するための名前だからです。1データ1レコード。一つのデータは1レコード、つまり1行です。複数行で1データになることはありません。また、セル結合するなどもってのほかですし、セル内開業で複数アイテムを登録することもやってはいけません。左側の表のように1データ1レコードを厳守しましょう。列に、数値、文字列、日付の混在は厳禁。リスト形式の表では、一つの列に保存形式が異なるデータを混在させてはいけません。下の表の受注日の列は、日付データがシリアル値として入力されるべき列です。しかし、A7 セルには、取り消しというテキストデータが入力されています。このような入力は、絶対に行ってはいけません。なぜなら、取り消しという情報は、受注日には関係ない情報だからです。取り消しという情報が必要であれば、それを入力するための列を新たに作らなければいけません。リスト形式の表とは、列で設定したデータを、その列に入力する形式なのですから。受注年度列は、対象年度を数値で入力する列です。しかし、B4 セルには、2019がテキストとして入力されています。これが、Excel のシート上での入力間違いであるならば、後ほど紹介する入力規則の機能を使ってテキストを入力できないようにすると入力間違いは防ぐことが可能です。ただ、コピーしたらダメですけどね。単価列は単価を数値で入力する列です。しかし、E5 セルには単価以外の情報も入力されています。この場合も値引き情報が必要であれば、値引き列を追加して、そちらの列に入力すべきですね。このように、リスト形式の表は、一つの列に複数のデータや保存形式が異なるデータが入力されないように、必要なフィールドを準備することが大切なんです。ちなみに、年度は、イヤー関数とエンドオブマンス関数の組み合わせで計算できるので、本来は入力不要です。セルの書式はデータではない。Excel のセルには、セルの書式というものがあり、セルをハッチングしたり、文字色を変えたりして、人間にデータの違いを認識させることができます。しかし、その違いはデータではないのです。例えば、上の図ですが、6行目のデータはキャンセルしました、という意味でグレーに塗りつぶされているのですが、それはデータではないのです。データとして、この行は、キャンセル行だとわかるようにするためには、下の図のように、キャンセルを入力するための列を新しく追加して、データとしてキャンセルを入力しなければいけません。そして、ユーザーにキャンセルデータであることを示すために、行をグレーにしたいのであれば、条件付き書式で、キャンセル列を条件にして、グレーに塗りつぶしを行えばよいのです。そうすれば、キャンセルのたびに行をグレーにする手間も省けます。この他にも、普段から Excel ユーザーは取り消し線とか文字色等でキャンセル等を表すことが好きですが、これらもデータではないので、必要な列を作って、その列をキーに条件付き書式で書式を変更することをお勧めします。一つのリストで、すべてのデータを管理しない。Excel ユーザーは、リスト形式の表を作るとき、一つのリスト形式の表で、すべてのデータを管理しようとします。それは、従来の Excel の機能から考えれば普通のことだと思います。しかし、Power Query for Excel が導入された現在では、それは間違いです。
パワークエリーの機能を使うことで、リストは簡単にマージすることができるようになったのです。ですから、リストは目的別に分けて作成すべきです。そうすることにより、管理が単純になり、拡張性が向上するからです。今回の例の場合は、上の図のような発注&研修リストのようなリストを作るのではなく、下の図のように発注リストと研修リストを分けて作るべきです。ただし、発注 ID のような2つのリストのレコードを紐付けるためのキー項目が必要になることを忘れないでくださいね。このように、リスト形式の表も、Excel の機能の追加により作り方も変わっていくのです。これからはテーブル化が必須。ここでは、あえて、昔からあるリスト形式の表についてご紹介しましたが、現在の Excel には、リスト形式の表を作ることをサポートする機能としてテーブル機能が追加されています。ですから、これからの Excel では、データはテーブルを使ってリスト形式の表にすべきです。テーブル機能については、後日、動画を公開予定です。お楽しみに。ちなみに、ここで紹介したリスト形式の表とテーブル機能の関係を、イントロダクションの動画でも簡単にご紹介しています。ご覧になっていない方は、ぜひご覧ください。11分からのキャプチャーが、テーブル関係のご紹介です。データ入力用ユーザーインターフェースとしての Excel。寄り道。Excel は入力には不向き。Excel は、ユーザーのアイデア次第で、いろいろなことができる、優れたソフトです。しかし、その長所は、データ入力用ユーザーインターフェースとして Excel を利用しようとした途端、最大の欠点になります。ですから、たぬき親父は、Excel をデータ入力用のユーザーインターフェースとして使うことをお勧めしません。なぜなら、現在のマイクロソフト365環境には、マイクロソフトフォームスやパワーアップスのような、データ入力用ユーザーインターフェースとして用意されたアプリがあるからです。何でも Excel の時代は終わったのです。マクロを駆使して入力用ユーザーインターフェースを作る時代でもないのです。そうは言っても、会社の事情で、マイクロソフト365の機能が使えない会社もあると聞きます。そんな皆さんは、Excel をデータ入力用ユーザーインターフェースとしてお使いになると思うので、そんな時は、次のページ以降の機能を駆使して、ユーザーに優しいデータ入力用ユーザーインターフェースを作ってください。人はミスをします。それを完全に防ぐことは不可能です。しかし、ミスをする行為そのものをなくせば、ミスは起こりません。つまり、ミスをする行為を減らせば、ミスも減るのです。入力用ユーザーインターフェースは、いかにミスをする行為を減らせるか、ミスをしないように入力させるかが大切です。完全ではないですが、Excel のセルへの入力ミスを減らすための機能。それがデータの入力規則です。データの入力規則。データの入力規則は、セルに入力する値の種類やその他の条件を制御することで、無効なデータが入力されないように制御できる機能です。ここで大切なことは、入力されないように制御する機能だということです。そうです。入力はできませんが、コピー&ペーストすれば、何でもセルに保存できるんです。それでも、この機能を使って入力制御をすることをお勧めします。完全に防ぐことはできませんが、減らすことは可能なんですから。また、日本語入力タブでは、日本語入力用の IME の初期値を設定したり、IME の機能を無効にして、半角のみ入力可能にすることもできます。入力セルには、
この機能を必ず設定することをお勧めします。ユーザーに優しい入力フォームを作ることは何よりも大切だからです。入力規則、リスト。リストの元の値は今後変化することがなく、選択肢が少ない場合は、コンマで区切って元の値に直接入力することをお勧めします。なぜなら、セル範囲を元の値にすることにはリスクがあるからです。この例のように、入力シートと同じシートに選択肢のリストを作り、そのセル範囲を元の値で参照した場合、そんなことを知らないユーザーがシートの2行目を削除したらどうなるでしょうか？皆さんわかりますよね。選択肢が出席だけになってしまうのです。ですから、リストの元の値でセル参照を使う場合は、別の専用シートにリストを作るべきです。昔の Excel は、別シートのセル範囲を元の値に設定できなかったのですが、マイクロソフトも気がついたんでしょうね。同じシートでは不便だということに。どのバージョンからか忘れましたが、今は別シートのセル範囲も指定可能になっています。余談ですが、昔は別シートのセル範囲を直接設定できなかったので、別シートのセル範囲に名前を付けて使っていたんです。昔の話ですね。入力規則、リストの元の値。リストの元の値は、入力シートとは別の専用シートに作成することは、前のページで説明した通りです。現在の Excel では、データはテーブル化が必須です。そうすることにより、データの増減に自動対応できるはずなのですが、2022年7月1日現在、元の値では、テーブルを指定することができないんです。同じ、シートのテーブル範囲を、元の値で参照すると、テーブル名ではなく、セル番地で参照設定されます。その状態で、テーブルに追加したデータは、リストの選択リストにも表示されるのですが、これは、同じシートの場合のみで、別シートの場合は、データの追加には対応していません。ここで登場するのが、昔の方法です。そうです。別シートのテーブル範囲に名前を付けて、元の値で、その名前を使えばよいのです。テーブル範囲に、もう一度名前を付けるなんて、ナンセンスな話ですが、マイクロソフトがそのうち、元の値をテーブル名で設定できるようにしてくれるでしょう。それまでは、この方法でしのいでください。入力規則、日本語入力。データの入力規則のダイアログには、日本語入力というタブがあります。このタブでは、対象セル範囲の日本語入力 IME を制御することができます。最初に、たぬき親父のお気に入り機能である、日本語入力無効についてご紹介しましょう。この機能、その名の通り、日本語入力を無効にする機能です。つまり、半角英数字以外入力できなくなるのです。当然、半角カタカナも入力できません。たぬき親父は、直接入力するテーブルには必ず設定しています。半角で入力してね、もいいのですが、ユーザーに IME の切り替えを求めないという。この制御がお気に入りなんです。ただし、シート保護をしないと、この設定自体をユーザーが変更可能ですし、シート保護をしたところで、どこかでコピーした値をペーストされたら、ダメなんですけどね。それでも、ユーザーのためには、必ず設定してほしい機能です。その他の選択肢は、セルの IME の初期値を制御するものです。こちらも、入力するデータに合わせて、設定してほしい機能ですね。だって、データは入力してほしい形って、決まっているでしょ？それなら、その形になるように設定するのは、作り手側の義務だと思うんですよね。
たぬきおやじは、ドロップダウンリストから選択。日本語の入力には、変換というリスクが存在します。例えば、高木と高木は、Excel は別物と判断するからです。入力するユーザーに気をつけてくださいね、と注意喚起するのはナンセンスです。ユーザーは間違うものだからです。これが、新規の入力の場合は、対処の方法がないのですが、すでに入力済みのデータと同じものを入力する場合なら、入力しないという選択肢があります。それが、セルを選択して右クリックして表示される、コンテキストメニューの下の方にある、ドロップダウンリストから選択です。この機能、アクティブセル領域の同じ列に入力されているデータを、ユニークな選択リストとして表示してくれる機能です。そして、この機能、コンテキストメニューを表示しなくても、コントロールキーを押しながら、下向き方向キーを押すことで表示できます。表示したら、上下の方向キーで選択して、エンターキーで確定すればいいんです。入力しないので、変換リスクもなく、同じデータを入力できる便利な機能です。ぜひ、テーブル上部等に説明書きを表示して、入力ユーザーに使ってもらってください。ちなみに、この見本は、テーブルでコントロールキー足す下向き方向キーを押したところです。これも、テーブルのすごいところで、選択リストには、見出しの氏名という項目が含まれていませんね。セル範囲の場合は、ユニークな選択リストに氏名が含まれるんです。こんなところからも、データはテーブル化が必須ですね。アクティブセル領域については、Excel Basic シリーズ EB010 Excel の超基礎で取り上げています。アクティブセル領域を知らない方は、ぜひご覧くださいね。集計や分析を行うデータは、データの入力ミスなどがない、適切な形になっていることが重要です。しかし、実務の現場では、誤入力やルールの認識違いによって、ゴミデータが混ざってしまうことが多々あります。分析をするデータに、ゴミデータが入っていたら、どんなに高度な機能を使って、適切な手順でデータの集計を行っても、有用な集計結果や分析結果を得ることはできません。ガベージイン、ガベージアウト。ゴミを入れればゴミが出るのです。ですから、Excel でデータの集計、分析を行う際には、データの整合性やデータの型などをあらかじめ整理する。データのクレンジングを行うことが重要です。データのクレンジング方法。データのクレンジングの方法はいろいろあるのですが、たぬきおやじは、パワークエリーを使った方法をお勧めします。なぜなのかを、いくつかのクレンジングの方法とともにご紹介しましょう。一つ目の方法は、Excel の置換機能を使ったクレンジングです。一番手軽な方法なのですが、置換が必要なパターン文を手動操作で繰り返さなければならないのでお勧めしません。二つ目の方法は、関数を使ってクレンジングした結果をコピーして、元のデータに値貼り付けする方法です。関数で必要なクレンジングパターンを最初に設定すれば、自動でクレンジングは行えますが、結果を手動で値貼り付けする必要があるので、これもお勧めできません。三つ目の方法は、データの取得と変換を利用する方法です。パワークエリー内には、クレンジングを行うコマンドが用意されているので、それらを使ってクレンジングを行うステップを追加することで、データの取得と変換の更新時に、自動的にクレンジングを行うことができるので、たぬきおやじのおすすめ機能なんです。ただし、この動画の公開時点では、パワークエリーの M 関数には、ワークシート関数にはある JIS 関数、ASC 関数がないので、テキストの半角、全角変換ができません。
そのうち追加されることを期待しましょう。それぞれの機能の詳細については、別の動画でご紹介予定です。お楽しみに。まとめ。皆さんが作るアウトプットの表は Excel にとってデータではないんです。これからの Excel は、まず、テーブルにデータを準備する。そこがスタートラインなんです。絶対に、いきなりアウトプットを作らない、それを肝に銘じましょう。たぬき親父流。Excel の正しい使い方チャンネルでは、継続する業務での Excel の正しい使い方を発信しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また、動画に対するコメントもお待ちしています。さあ、始めよう。